こんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。今日はうつ病にもなりやすいという恥ずかしがり屋について、原因、特徴、問題点、直し方という順番で話します。このチャンネルはアダルトチルドレンの直し方、改善方法、少しでも生きやすくなるための情報などを発信しています。興味のある方は他の動画も見ていってください。皆さんは恥ずかしがり屋と聞くとどのようなイメージですか？私は最初深刻な問題というよりはとってもマイルドに聞こえてました。何かにミスって恥ずかしい思いをすることは誰にでもあることですし、これはたまにしかありません。そういうこともあってマイルドに聞こえるんだと思います。一方、自分という存在自体を恥ずかしく感じている人がいます。これはアダルトチルドレンにとても多く、ひどくなるとうつ病にまでなってしまうかもしれません。今日はこの心の深い部分で、自分の存在自体が恥ずかしいと感じてしまっている人について取り上げます。では、原因について考えてみましょう。自分の存在自体を恥ずかしく感じるというのは、自己評価が病的に低いということです。人は自己評価が病的に低いと、あれにもこれにも恥ずかしいという感情を持ちます。あれにもこれにも恥ずかしく感じるとなれば、今度は恥をかかないように恥をかかないようにとなるので、自意識過剰になります。そして自意識過剰になればなるほど恥ずかしいと感じやすくなります。これが広く見た時の原因です。狭くすると当てはまる人と当てはまらない人と出てきますが、もう少し具体的にしてみましょう。ありのままの自分では恥ずかしいと感じている親は、自分の子供のことをありのままでは恥ずかしいと感じるのもごく自然なことです。このような親は子供に自信を持たせるということより、自分が恥をかかないことが優先されます。そこで、何やってんの恥ずかしいでしょう。みっともないからやめなさい。人様が見たらどう思うか考えなさい。となります。また、こういう親は、子供が怒って大声を出そうものなら、近所に聞こえるでしょうと怒ります。子供の心が成長するためには感情を出すことも必要ですが、子供の成長より世間体が優先されます。こうなると子供もこの自分では恥ずかしいと自分の存在自体を恥ずかしく感じ始めてもおかしくありません。他にも失敗したことを責められて育てば自己評価が低くなり恥ずかしがりになりやすいです。やったことがないことを挑戦するということはすごいことですが、日本人は挑戦より成功に全体重が乗っている人が多いようです。そこで子供が失敗すると、だからもっと勉強しろと言っただろう、練習が足りないからだと怒る親や、ため息をつく親や、機嫌が悪くなる親が出てくるのです。失敗しても、よく勇気を出して挑戦したね。この失敗から学べば成功に近づけるんだから、これは悪いことではなくていいことだよ。と教わって育った人は、失敗を恐れない人になるし、自分という存在自体を恥ずかしいと思わなくて済みます。
また、乳幼児期から親に雑に扱われ、意見を言っても全く聞いてくれない。泣いて助けを呼んでも無視される。もっとひどければ虐待、ネグレクト。このように育った人も病的に自己評価が低くなり、自分という存在を恥ずかしく感じる人になっていく可能性が高くなります。では根っこに病的に低い自己評価や自分の存在自体が恥ずかしいという思い込みなどがあるとどうなるか、恥ずかしがり屋の特徴を見てみましょう。学校や職場で異性と目が合うとさっと目をそらしてしまう。人見知りがすごい。告白できない。本心を話すのではなく、作った言葉を話す。人と一緒にいると落ち着かない。警戒心が強く臆病になる。人の目を気にしすぎる。人前に出る機会はとても緊張する。自分を責めている。当てはまりますか？このような特徴がありますので、恥ずかしがり屋の人は誰に対しても警戒していますが、特に異性と初対面の人にはマックスで身構える傾向にあります。それは傷つく可能性が高くなるからです。人は自分というフィルターを通して感じますので、自己評価が低ければ低いほど傷つきやすくなります。そこで傷つきやすい人ほど人の目が怖くなりますし、人から評価されるのが怖くなりますし、人そのものが怖くなります。こうなれば、飲み会や懇親会が嫌いになる人も出てきます。それでも参加しないと変な目で見られるのが怖いので、いやいや参加するということもよくありがちです。このような恥ずかしがり屋がいやいや参加している場合、会話が途切れることにさえも怯えます。根底でありのままの自分を責めているので、沈黙ですら全部自分が悪いということになって自分を恥ずかしく感じます。そこで必死に会話が途切れないように何か話さなきゃと焦ることになります。本来話すことはくだらない話であっても楽しいことなのですが、恥ずかしがり屋はおしゃべりが楽しいどころか苦痛です。恥ずかしがり屋の人は楽しくて話しているのではなくて必死で話しています。変な人と思われないように必死で、そして本当の自分ではなく普通の人のふりをして話しているので、ものすごく緊張しています。気づいていなくてもものすごく緊張しています。例えば何かを話さなければと思って話すべきことを必死に考えても全く思いつかない。それでいて一人になってからさっきあれを言えばよかった。あのように言われた時にこう突っ込めばよかった。といろいろ思いつくのは無意識でものすごく緊張していたということです。そしてものすごく緊張しているから一人になるとほっとするのです。
このようにいずれにしても心が成長できるほど健全に愛されて育っていないので、心の奥に低い自己評価や孤立感や疎外感などがあります。でもそれを感じないように、普通にしなきゃ、普通にならなきゃなどの強い思いがあるので、自意識過剰になっています。では、このような自意識過剰で傷つきやすい恥ずかしがり屋は、どのような問題があるかということですが、自己評価が低ければ低いほど自分を恥ずかしいと感じます。こうなれば、恥ずかしさを感じることを極端に恐れます。そこで挑戦しない、告白できない、自分を出さない人になってしまいます。つまり生きる姿勢が欲しいものを得ようとする行動ではなく、恥をかかないように自分を守る姿勢になってしまいます。具体的な例を出してみましょう。特徴のところで、恥ずかしがり屋は学校や職場で異性と目が合うとさっと目をそらすと言いましたが、これは自分の存在に自信がないので、振り向かせられる自信がないのです。そしてこのような人は自信がないから受け身の姿勢で生きているので、心の準備もないままに目があっても話す言葉が浮かばないのです。さらに沈黙すら自分を責め恥じる性質もありますので、目が合うとどうしていいかわからなく無意識でさっと目をそらしてしまうということがあります。あるいは休憩室で異性と二人きりだとします。話したいけど二人で会話が盛り上がるとは思えない。相手を楽しませられる自信がない。話しかけないでという態度をされるかもしれないと思うと怖い。こうなると、例えば本を読むのが、あるいはスマホをいじるのが忙しいというふりをする、などという人が出てきます。あるいは拒絶を恐れて、先に自分の方があなたには興味がありませんという態度をする人もいます。これらは自己防衛です。本当は異性に興味があるのに、相手にされずに自分が傷つくということを恐れて、あなたには興味ありませんという雰囲気を無意識で出しているのです。これではその異性に好意があっても、相手には私を嫌いなんだと誤解される可能性が高くなります。もし周りにこのような恥ずかしがり屋さんがいたら、このような心理ですので、決してあなたを嫌いでやってるのではないということを分かってあげてください。本当はいい人です。また、恥ずかしがり屋の特徴で、本心を話すのではなく、作った言葉を話すというのを挙げました。これは、ありのままの自分を自分が完全否定しているので、ありのままに思ったことを話すことは人に笑われる、変に思われる、見下されると感じてしまうのです。そこで本心は隠して、普通の人が言いそうなことや、こう思ってもらいたいというようなことを話します。このように恥ずかしがり屋は、自分を普通の人と思わせることに全神経を集中させているから、コミュニケーションができずに頻繁に誤解が生じます。
誤解で嫌われてしまうこともあります。では、ポイントを振り返りながら直し方へとまとめていきます。恥ずかしがり屋になるのは自己評価が極端に低いからです。自分の存在自体を恥ずかしく思っているので、周りにそれがバレないように必死に隠しながら生きているのです。この姿勢が強ければ強いほど自意識過剰になり、自意識過剰になればなるほど自分を恥ずかしく感じます。こうして悪循環にはまっているのです。そして自分を恥ずかしく感じないように過度な自己防衛をしながら生きています。これが周りの人に誤解を生じさせたり、周りの人と距離を取ることになり、コミュニケーションを難しくさせています。このように恥ずかしがり屋の人は一生懸命生きていますし、相手を傷つけようとする悪意はないし、いい人なのですが、誤解されて嫌われてしまうことも多いです。では、アダルト・チルドレン系の恥ずかしがり屋の直し方ですが、まず人生の最初の方で作ったこの自分では恥ずかしい、自分は劣っていて恥ずかしい存在というのは根拠がないものだと気づかないといけません。小さい頃にどのような扱いを受けてそのような認知ができたのか振り返る必要があります。自分が恥ずかしい存在なのではなくて、自分を恥ずかしいと感じる環境で育っただけ。そして自分を恥ずかしいと思っているから消極的になり、欲しいものを得られないでいる。こう言われてもピンとこないのは、それだけ小さい頃から根深く恥の感情を刷り込まれているからです。根深く刷り込まれていると、それが事実としか思えないのです。自分は恥ずかしがり屋だと思う人は、事実ではないかもしれないという証拠を時間をかけてよーく考えてみてください。そして、この自分では恥ずかしいという思い込みができるきっかけになった何かに気づいたら、この自分では恥ずかしいは根拠がない思い込みだと毎日毎日自分に言い聞かせ続けてください。また、恥ずかしがり屋は望むものを手に入れることよりも自分を守ることが人生の目的になってしまいがちです。このような人は自分を守ることだけに意識が集中しているので、自分が何を望んでいるのかも気づいていません。一つ例を出してみましょう。自分の存在自体に自信がなく、どうせ自分は愛されないと思い込んでいて、ひどく悩んでいる人がいるとしましょう。悩んでいるということは、愛されたい、受け入れられたい、認められたい、などの願望と、どうせ私は愛されないという真逆の思い込みもあるということです。だから悩んでいるのです。愛されたい、受け入れられたい、認められたいなどがなければ悩む必要はありません。本当の欲求を打ち消すほど強い、どうせ自分は愛されないがあるので、本当の自分の欲求に気づいてもいないのです。このような人は本当の自分の欲求すらわからないまま
あるいは分かっていてもそれに重きを置けずに挑戦しない、告白しない、異性に会うと目をそらす、好意ある異性に売買の手を振らないなどの自己防衛をしてしまっているのです。まずは本当の欲求を見つめる必要があります。本当は親しくなりたいがあって、さらにもう一つの心理的必要性から自分は逃げているんだと気づく必要があります。どうせ私は誰からも愛されないがある人は、ちょっと時間をとって本当の自分の欲求は何なのかということを考えてみてください。異性に会うとなぜか変に緊張する。でも年齢が離れすぎていて恋愛対象や甘えなどの欲求の対象にならない人には緊張しないという人はまさにこれです。愛されたい、受け入れられたい、認められたいなどの本当の欲求が悪いというわけではありません。本当の欲求に気づいていないから心がおかしくなっているのです。まずは本当の欲求に気づいて、長い時間をかけて本当の欲求を満たしていくことを目標にしましょう。もちろん怖いものは怖いです。今すぐに本当の欲求を満たすことなどできません。今すぐには変われません。なので、一気に本当の欲求を満たすことを考えずに、一段上がることを考えましょう。例えば、本当は親しくなりたいのに、異性と目が合った時に何を話していいのかわからなくて、さっと目をそらしてしまうという人は、挨拶だけして目だけで好きですよと言ってから去ってみてください。何でもかんでも逃げていた時とは周りが変わってきます。せっかく変わってきても無意識でいると一段上がっているのに気づかないまままだゴールに達していない自分を責め続けるということになりかねません。だからこのように一段上がったら一段上がったことを意図的に意識して自己評価も一段上げましょう。そして怖いから逃げたいという慣れ親しんだいつもの感情に逆らうということは非常に大きな成長をもたらします。いつもの慣れ親しんだ感情に逆らったときはそのことを意図的に意識しましょう。もう一つ、自意識過剰だからひどく恥ずかしがり屋になっています。相手は自意識過剰の人が思っているほどあなたに重きを置いていません。あなたが試験に失敗しようが、ダイエットに失敗しようが、結婚しようが、離婚しようが、周りの人がそのことを考える時間はわずかな時間ですし、真剣に考えているわけではありません。あなたは自分のことだからすごく深刻に考えていますが、周りの人にとってはあなたは単なるあなたに過ぎません。あなたも周りの人が試験に失敗しようが、ダイエットに失敗しようが、結婚しようが、離婚しようが、まるで自分のことのように重大視しないと思います。それと同じです。ですので、自意識過剰の人は、どうせ他人はそこまで真剣に私のことをジャッジしていない。
と何度も自分に言い聞かせるようにしましょう。そして自分の意識の焦点を相手は自分をどう思っているのかから自分は相手をどう思っているのかに変える努力をしましょう。それと自分の欲求を満たす生き方に近づく努力を始めましょう。まとめると、恥ずかしがり屋を克服するためには、なぜこうなったのか、自分の本当の欲求は何かなどを自分を分析し、理解し、次に一気にゴールを目指すのではなく、一段ずつステップを上がり、自己評価を上げていきましょう。そして他人の目に怯える生き方から自分の欲求を満たす生き方へ少しずつシフトをさせる意識を持ち続けましょう。では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。